皆さんこんにちは、グラさんです。今日は、モンハンワイルズオープンベータテストにて、タイムアタックにチャレンジしてみて僕が分かった、今作の総中根の基本的な操作と立ち回り、火力の出るコンボについてお話ししていきます。本題に入る前に前置きなんですけども、前回ワイルズ総中根が強いのか弱いのかという動画を投稿しましたが、その動画でも言った通り、今作の総中根は操作性が悪い部分が多々ありますので、背面ボタンやジャイロがあるコントローラーを準備する等の工夫をした上での話となります。ご注意ください。この前置きがね、製品版では無意味になっていることを願います。それではどうぞ。はい、それではエキスと両中についてお話ししていきます。まずは最初にワイルズエキスについて説明させていただきます。知ってるって方はね、チャプターの方から飛ばしてもらって OK です。総中根は赤、白、橙の3色のエキスをモンスターから採集してハンターを強化する武器なのですが、各作品でエキスごとの効果が少し違っています。オープンベータテスト時点のワイルズでは、赤エキスが吸収切れや吸収好きのためが解禁、白エキスが跳躍の高さ増加と、移動速度増加、さらに橙エキスがひるみ無効で、さらに赤白2つを取ると攻撃力が 1.1 倍、白橙2つを取ると攻撃力が 1.1 倍で、3色集める、トリプルアップになると攻撃モーションが変化し、攻撃力 1.1 倍が 1.15 倍に強化されますという形になってますね。今まで赤エキスだけでモーション変化だったんですけども、ワイルズでは3色集めたトリプルアップでようやく変化になるっていうのが少し残念ですね。ですがこの後説明するエキス採取が格段にやりやすくなっているので、とても厳しいというほどではないって感じですかね。どちらかといえば耳栓効果がなくなったことの方が手痛いかなと思います。 TGS の私有では、エキスバフが武器切り替え後にも引き継がれていたので、そのバランスを取るために削除したのだろうと納得していたのですが、オープンベータテストではバフ引き継ぎがなくなっており、耳栓が削除された理由が分からなくなりました。なんで？気を取り直して、今度は両中について解説させていただきます。今回のオープンベータテストで使えた両中はクルドローンとマルドローンの2匹でした。どちらも毎作おなじみの初期両中ですね。ワイルズでは両中ボーナスが両中自体につき、ライズ3ブレイクであった両中レベルが武器についています。オープンベータテストのこの2匹は同じ両中ボーナスがついており、総中強化エキス採取、エキス強化回復となっております。今回特にお世話になったのはこの総中強化エキス採取ですね。 R2 と三角ボタン長押しで使える総中強化の方向性を決めるボーナスだと予想しています。この場合エキス採取を強化するため、両中が通常2色のところを総中強化することで3色採取できるようになるという効果になっていると考えました。今回 TA をする上でこの両中ボーナスは後に説明する飛天螺旋山を打った後やクエスト開始直後など活躍の場面がたくさんありました。この総中強化系の両中ボーナスは今後製品版で出る他の両中ではどうなのでしょうか。簡単な予想だと両中強化スピードや両中強化パワーとか、あとこれは願望に近いですけど総中強化総裁みたいな両中を飛ばすことで総裁ができるなんてのが来たら熱いですね。そしてもう片方のボーナスのエキス強化回復、これはさっきの3色以外の緑の回復エキスによる体力量を上げる効果かなと思います。他の両中につくとしたらエキス強化攻撃やエキス強化防御とかでしょうか。このエキス強化がつくことで耳栓が返ってきたり赤エキスだけでモーション強化ができたりしたら良いかもですね。ここら辺は他の両中ボーナスが出てからじゃないとわからないことが多いので解説というよりは考察になってしまいました。次のテストや製品版を楽しみにしておきましょう。では次に基本操作を解説させていただきます。総中根はモーション変化をさせた状態でないとほぼまともに動けないので、今回紹介するのはトリプルアップが前提になります。強化連続切り上げがとりあえずニュートラルな状態で三角ボタン、Xbox とかのコントローラーだと Y ボタンとかで出るやつですね。で連続で打つと毛差切り、2段切りになります。これが三角3連コンボですね。三角1回2回3回で出ます。でこれを集中モードでやると両中が共闘してくれます。これが方向スティックをね、L スティックを倒さない状態、ニュートラルな状態でやるとこういう感じで
倒しながらやると移動切りが出ます。一発目移動切り、移動連山、強化2段切りになります。この強化連続切りだけ毛さ切り、最後に出る2段切りが移動でも出ます。移動切り、移動連山、2段切りって感じになります。でこの移動切りがね結構便利でね、連続切り合いから移動連山に切りがつながることもできると。だからめっちゃねあれです。まあこうやって集中モードで、僕集中モード中だけジャイロ OK 有効にしてるんですけど、集中モード中にもういろいろね方向切り替えてね、殴りながら移動して攻撃を受けるなんてことも可能です。はい、これが三角のね連携ですね。で次に丸の連携、なぎ払い、飛燕切りで、今集中モードやってるんだけど、強化なぎ払いのなぎ払いに関してはこれ集中モードでも通常でも虫は飛びません。これ虫寄せの効果がついてるのね。逆にこれでなぎ払いすると帰ってくるっていうのがついてます。はい、なぎ払いはあんま使うかな。飛燕切りは使うかもしれん。で、丸に関しては倒しながらやると飛び込み切りになります。飛び込み切りは両中飛んできます。とりあえず基本の地上の攻撃はこんな感じで、飛燕切りはほぼ使わ結構火力出るコンボが丸押して溜めて総中根が光るんですけど、これで強化連続切り上げして丸を離すと強化吸収切りがあります。これが一番火力出るかな。はめてて強化連続切り上げ、離して強化吸収切り、また強化連続切り上げ、強化吸収切りって感じで、集中モードならカメラが動くんで、はめてる状態で集中モードでカメラを動かしても好きな方向に殴っていけるというのが結構火力出ますね。昔はこの強化連続切り合いから飛燕切りにつなぐの方が強かった。ちなみにこの飛燕切りからワイルズからこの強化連続切り上げと飛燕切りをループさせることもできるようになっています。強化連続切り上げ、飛燕切り、強化連続切り上げ、飛燕切り、強化連続切り上げっていう風に連続できます。吸収切りも同じかな。これでも連続できます。ごめんねセクレット。はい、そして集中モードのなぎ払いに虫寄せ効果があると説明したんですが、吸収切りとこの後説明する吸収突きにも集中モード時虫寄せ効果があります。他の攻撃の両中連携で両中がねすっ飛んでいくなんてこともありますので、こういう虫寄せ効果のある技はちょこちょこ織り交ぜた方がいいです。まあでもワールドの吸収突きと違ってワイルドの吸収突きは両中突進は発生しないのがちょっと残念ですけどねって感じです。はい。で、今 X 切れちゃったけど跳躍、まあ小中根の目玉といえばこれね、跳躍。集中モードだと後方跳躍ができます。集中モードで後ろに倒しながら、跳躍の、R トリガー R2 ね、 R2 と丸 R2 と×を両方で押すと後方跳躍ができます。後ろ入力入れながら集中モードで跳躍すると後方跳躍ってちょっと無敵時間があって高さが低いけど、まあ後ろ方向に飛んでいく跳躍もできます。でニュートラルだったり、とりあえず後ろに倒す以外だと前に出るね跳躍になります。前に出て無敵時間とかはないけど、高く飛ぶっていう跳躍になります。はい。これが、総中根の一番結構目玉になりやすい部分ね。跳躍からのジャンプと進切りだったりジャンプ切りだったり、あとは空中で回避もできますっていう感じね。でこれがエキスあるとまた変わるんだけど、で空中ジャンプして丸長押ししてると溜まっていくんだけど、これで吸収突きが出ます。吸収突きね。で強化ジャンプ突進切りに強化ジャンプ切り、強化ジャンプ切りはほぼ使わないかな。
で、ジャンプと新切りを溜めながらジャンプしてもいいし、丸長押ししてると溜めれるんですけど、強化ジャンプ切りは丸1回で出ます。ジャンプして強化ジャンプ新切りをしながら溜めて吸収付きをしてって感じですね。で吸収付きからさらにつなぐことができるんですけど、ミスった強化吸収付きをして変な仙山、これが今作の大技ですね。危険な仙山 X トリプルアップの状態消えて X 全部消費しちゃうんですけど、今両中と一緒に飛び上がって、ダメージを稼ぐ技になります。これを吸収付きと吸収切りから出すことができます。こちらが吸収切りから飛天螺旋山を出している映像になります。その後エキス消費した後、傷口に向かって集中転生付きをすることでさらにエキスを3色ね全部回収してすぐにね、トリプルアップに戻るなんてこともできます。この集中転生付きは、全武器に共通してある集中弱点攻撃の総中コンバージョンとなっております。集中転生付きは地上からでも空中からでも発動でき、アクションの応用の幅が効きます。コンを突き刺して後ろにバク転するのですが、その間に4回攻撃判定があり、そのどれか1つが傷口に当たっていれば傷口破壊となり、大ダメージを与えつつエキスを3色回収できます。結構便利な技です。はい、それでは今度は火力の出るコンボについて解説をちょっとした考察をやっていきます。またね、配信の切り抜きでちょっとね見せていきます。というわけでちょっとチャタカバル君相手に練習しましょうか。強化連続切り上げ、強化吸収切り、飛天螺旋山で、傷口に向かって集中転生付き、これ集中弱点攻撃ですね。これトリプルアップが入ってきまして、強化連続切り上げ、強化吸収切り、強化連続切り上げ、移動連山でちょっと位置合わせて強化吸収切りして飛天螺旋山で集中転生付きでX 回収、強化吸収切り、移動連山で1避け、ちょっとミスった。今強化2段切りが出ました。強化連続切り上げ、強化吸収で、こういう時はこうして位置合わせして飛天螺旋山からのエキス回収が必要ないんで集中転生付きはしなくて、飛天螺旋山はね虫が当たればエキス回収します。基本的にこのコンボをこすっていくのがね DPS 最も高いんですけども、総中コン。ただ少し問題があって、吸収切りはため段階が存在してるんですけども、最大ためじゃない場合は飛燕切りをした方が DPS が高いんですよね。1段階たまりました。ちょっとダメージ低いんだよね。1段階2段階たまりました。明らかにダメージ違うのね。ダメージ全然違うね。ため段階で結構違うの分かったと思います。この最大ためを連続切り上げ中に1回だけの間で完了できればめちゃめちゃ強いんですけども、試してみた結果で移動連山を挟まないと最大ため強化吸収切りは出ませんでした。まずためて強化連続切り上げから強化吸収切りで、また強化連続切り上げで溜まってないね。移動連山してようやく溜まるなとなれば飛燕切りの方が DPS 良さそうなんですが、結局吸収切りがね、飛天螺旋山を出すのに必要な上、移動中に貯めることも可能なので、結局飛燕切りを多用するっていうのは難しいんじゃないかなと思います。でその点に関して、何もスキルを積まないのであればモンスターの行動を先読みして吸収切りと飛燕切りを状況ごとに使い分けるという必要があるんですが、僕はそこまで頭が回らなくて結局ずっとオープンベータ中吸収切りばっかり使ってました。ただこの吸収切りを貯めるという行為に対して貯め短縮の効果がある集中が乗るのであれば
強化連続切り上げ中に吸収切りを最大まで溜め切るってことができそうなので、総中高の火力スキルに集中が採用されるってことはあり得ると思います。ただコンボ中移動連山と2段切りで、移動、位置合わせをすることも多いので、必須かと言われると微妙なラインかなと思います。移動中でね、移動しながら貯めてっていうのがあるんでね。なんでここら辺は製品版出たら配信で確認して動画にしたいですね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。徹底解説と言いつつ、考察とか予想、願望とかも入った内容になってしまったんですが、ここまで語って、ワイルズの総中根はいろいろ可能性に満ちた武器だなぁと改めて思いました。実は、ワイルズ総中根の火力コンボは僕にぴったりハマってしまって、もう新大陸に帰れない状態が結構続いてます。もうワールドの総中根使えない。飛燕坊に戻りたくない。受付嬢に会いたくない。そんなグラさんですが、今後もワイルズの総中古の情報の発信等をやっていきますので、ご興味ある方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、See you next time, Groovy! またね。